私、九州空が解説、アシスタントを務めさせていただきます。改めまして皆様ごきげんよう。歌は希望九州空でございます。ウプ主に代わって私が解説をしていきますのでよろしくお願いいたします。今回は長谷川様の72分の 1VF1J アーマードバルキリーの制作ですね。約20年の時を経て発売されましたバリエーションキットとなります。素体となるバトロイドバルキリー部分は一部流用して新規でアーマード用の部品を追加した部品構成となります。非常にお手頃なお値段での入手が可能なので長谷川様には感謝でございます。正直このシーンはいらないですね。カットします。パーツの点数は多いですが組み立ては難しくはなさそうですね。では作っていきましょう。ちなみにこのキットは通常のバトロイドとしては組むことができませんのでご注意ください。このようにパーツの合いがよろしくない箇所がございますのでしっかり確認しておきましょう。流用された共通部品となるモナカパーツはほぼこうなっています。これにて仮組みの完成ですね。一部関節の緩い箇所がございますので組み立て時に調整していきます。ディティールはさすがの長谷川様ですね。とってもシャープでございます。なんか少し薄くないですか？大丈夫ですかこれ？気を取り直してガンポットを構えてみましょう。左手は添えるだけ。届かない。各部ミサイルハッチはパーツを一部差し替えて開閉状態を再現できます。ヒンジを自作して差し替えなしに改造するのもいいですね。というわけでヒンジを自作していく模様です。軸径 0.5mm 外径 1.5mm 3D プリンターで差し替えパーツと同じ形状になるものを自作していきます。さすがに 0.5mm の穴は印刷時に埋まってしまってドリルの下穴にもなってなかった模様です。まあまあいいんじゃないでしょうか。胸部のヒンジも同様に自作します。脚部横と後ろはカバーごと自作した模様です。ウプ主によるといずれも軸径 0.5mm で統一して設計したとのことです。偉そうですねこいつ。ではパーツをすり合わせて接着します。ピンを切り飛ばしてズレを修正しつつ合わせます。段差ができないよう注意してくださいね。ここは膝関節部分に当たるのですが少し緩いので対策していきます。接着面を鳴らしてポリパーツがきつくはまるようにします。ただ鳴らす場所を間違えたようであまり効果はなかった模様です。ポンコツですね。続いてサーフェーサーを吹いたパーツをチェックします。合わせ目が残っていたり表面がざらついていないか確認します。
ウプ主の環境では塗装時の様子を撮影することが困難なので割愛させていただきます。ご了承ください。ウプ主は基本的にケチなのでマスキングは小さくなるようにしているとのことです。どうでもいい情報でしたね。さて次はエナメル塗料による墨入れを行います。ついでに塗り忘れ箇所も塗装します。綿棒やティッシュで小よりを作ったもので拭き取っていきます。デカール針はいつものセッターとソフターを使用します。新しいキットですからデカールの劣化がありませんのでピンセットでつかみやすいです。デザインナイフでちょんちょんして位置決めしています。ソフターは補助的に使用しています。すごく貼りやすかったと申しておりますね。どうやらうまく貼れたようですね。デカールが乾いたら光沢クリアーで一度コートします。2000番のヤスリで水研ぎします。デカール余白の段差を鳴らすためですが、やりすぎ注意です。今回初めてフィルタリングなるものに挑戦するとか言ってますね。生意気です。ウプ主は適当にやったと白状しました。最低ですこいつ。さらにこの後艶消しクリアーでコートします。先ほど述べた通り、関節の渋みはうまく改善できなかったようなのであれを使います。当チャンネルでおなじみの上院とシマルです。太くしてなじませたらしばらく放置します。クリアーパーツの接着にはこちらが最適です。ただ捨てすぎて失敗しています。ウプ主はポンコツです。こうならないようご注意くださいませ。これで最終アセンブリとなります。完成。あれデジャブかしら。
ここでエプ主が20年前に制作したバトロイド・バルキリーと並べてみました。よく20年前のもの持ってたわね。この時の余剰パーツを使って制作したものがこちらになります。いかがだったでしょうか。動画が長くなったのでご紹介しませんでしたが、今回は握り手とスリッパも 3D プリントしています。皆様待望のアーマードバルキリーのキットだったのではないでしょうか。可変キットより作りやすいのでおすすめいたしますわ。最後までご視聴ありがとうございました。